シャープに行ったら、うん、ね、純と土門、はいはいはい、うんうん、まだ東京コレクションが始まる実は前、はい、それぞれメゾンメゾンで、はいはいはい、倉庫でやったりね。あれが純土門が鈴江倉庫、はい、 1000人、はい、モデル180以上のモデルを1000人並ばしてオーディションでしょ。オーディション、オーディションに1000人ね。はい。中にも1000人並ばしたんだよ。モデルが並んだんだよ。中が鈴江倉庫って中は広いんだけど、外からずっとみんなブワーッと並んでるわけ。それは結局パリ方式だったっていうのは後で気づいた。パリ行った時にね、パリ方式でそこでこう歩きました。でメゾンメゾンのデザイナーたちがそこで手を挙げたりで、ね、手を挙がんない人も帰れ。それ手を挙げた人がいてくれて、ただしそれでも落ちるっていう、まだね、まだそこはね、キープ状態ですよね、簡単に言うとね。もうパリコレクション方式だよね。事務所に戻っても手を挙げてもらったけれども、って言われたら可能性あるかも、ね、まだ日にち抑えられてるだけの状態だから。そう、いつでも消えるっていう。そう、いつでも消える。大体ね、僕が並んだ時、ごめんなさい、前50人から100人ぐらいいたんですけど、2人ぐらい手が上がってたんですよ、ね。ということは可能性としては50人に2人だから簡単に計算すれば出てきますよね。40人上がってるわけですよ。50人に2人ってことは1000人並んでるわけですから、で40人使うわけないじゃないですか。それはもう自分その中に入れてるけれども、まだ決まってないなっていうのはもう自分の中でも思ってて、決まったらいいなっていうふうに思ってましたけど、今こうやって軽く言ってますけど、本音は本当のことを言うとこれは絶対俺は取らないといけないと。これは俺は取らないと、忘れっていうか自分自身が決めたことに対して、ここが一番のチャンスだって全員を見てくれるわけだから、選ばれしオーディションって選ばれし人がオーディションするわけですよね、10人とか15人とか。それがパリ方式で、1000人も呼んでくれる、それはチャンスじゃないですか。これはもう絶対取らないといけない、と思いながらもね、心の中では冷静な自分がそこにいたわけですよね。で当時メルローズの格好で行ったんですよ。土門さんが東京熊谷、まだ土門さん純土門の土門は東京熊谷さんがデザイナーをやってた。土門時代っていうのがあった。でよく見てみると傾向と対策ですよね。一応自分なりに考えるんですよ。そうすると似てるんですよ、服がメルローズと。そういうの考えるのまだ好きだもんね。大好き。戦略今につながってるその頃の戦略って好きだよね。調べ上げて傾向と対策っていうのは必ずあるから、それはスポーツで培われたものであって、やっぱりね、ど真ん中投げたら打たれちゃう、じゃあこの人の苦手なところはどこなんだ、やっぱり調べていかないと、そういうものもが後々役に立ったっていうものもあって、メルローズの格好、それが自分では好きだったんですよ、メルローズも。でフィットしてるなと、自分に合ってるなと思って、それで気持ちよく歩いてたら手を挙げてくれて、でそれで2日後ぐらいかな、事務所に行ったら「あんた」って言い方するんですよね、マネージャー。あんた決まったわよってあんたって俺初めて聞いたなと思って。でもそんなことはちょこっとだけだけど、決まったってやっぱ嬉しいですよね。嬉しいんだよね。嬉しいね。もう本
ちゃ嬉しかった。でその頃ほら SOS のマネージャーのデスクの後ろにものすごく大きな紙に一人一人のその月のスケジュール全部貼り出してたでしょ。でそこに山本俊也がいて山根達志もいて、その土門時雄のショーのその本番のところに鉛筆の黒い跡があるかないかっていうのは事務所に行ったら一目瞭然でみんなが分かるわけなんだよね。そうですね、そうですね。そういう意地もあったよね。ありましたありました。そこに消しゴムで消した後なんてつけさすもんかっていう。そう絶対それはあった。だからそれがねこう決まってで実際本番になってみると。そうね、本当に第一部で話した通りだったんですよね。いいモデル、日本のいいモデルって4人ぐらいしか出てなかったですよね。4人か5人ぐらいでしたね。あとは外国人でしたね。多分そうだね、5人ぐらいでしたね。それは俺は出てたの？もちろん出てた。覚えてないんだよね。他いっぱいやってるからね。もうすでに。そのオーディションで鈴江倉庫の壁際かな、を遠くから審査してる人たちが見てる。で我々は壁際をこう大きく歩いていく、それだけは覚えてる。もうその時はね、なんだろうな、使いたかったら使っていいよ、ダメならダメでいいよっていう開き直りで歩いてたかな。アピールのしようがないから。そうですね。もっちゃんのようにその熱く計画して出る前にこうでああでっていう星飛雄馬のようなメラメラはなかった。でもその当時からもう野球部で教えられたのが、準備が全てを制すっていう、そういう段取りスタイルの。そうですそうです。もう本番の練習をしなさいっていう、練習の練習じゃダメだよ、もう全部準備しときなさいって、ユニフォームもきれいにもう前日畳んで、ね、枕元に置いてきなさいっていう、スパイクもグローブもきれいに磨いて、でなぜグローブをきれいに磨くかっていうと、いざっていう時にグローブが助けてくれるんです。これいい加減にやってると先っぽに引っかかったものがグローブ、手入れしてないグローブだと落ちちゃうんですよ。でもちゃんと手入れしてるとそこが助けてくれるんです。ほら見たことかになっちゃうわけだ。そうなんですそうなんです。そういうことは、ね、いい指導者に監督たちに恵まれて、ちゃんと手入れしろよっていう、トイレットはこういう意味だからなっていうのを教えてもらって、いやまたそれをそっちのその違う世界につなげるっていう感性っていうものがまたあったから。そうですね、子供の時にそれが自然に培われてきたのかなとは僕の中では思うんですけれども、だからそれぞれ違う感性を持ってるんですよ、我々の仲間。そうですね、その感性をいかにこう上手に使うかそこですよね。そう、結局そこ。人それぞれ違うわけですから。でその感性が受け入れられなかったらそれはしょうがないし、受け入れてくれる人っていうのは本当に受け入れてくれるし、で礼儀正しくしてても、礼儀正しくしてなくても、波長っていうものも合う合わないっていうのがあるし、まあそれはありますね。ただ僕自分の中ではね、やっぱり努力は裏切らないなっていうのはそれはすごい感じて、やっぱりやった分だけそれが自分のところに張り返ってくるなっていうのはすごいその当時も感じてるし、今ももちろん感じてるんですけれども、でもそういうことがありましたと。そしたら次にもうすぐアーストン・ボラージュ、佐藤浩信さん、佐藤浩信さん、それもお酒に俺は出てた。最近出てたんでしょ。あれ日比谷の野音でやったのっていうのはあれはもう2回目になるわけ？あれは多分2回目か3回目か、その前に小さいのをやってるはずだから、そこはね僕はまあ全然そんなレベルっていうか、フロアショーのようなものをやってるはずだから、だからそのコレクションというものをその2本、出していただいて、
まあ出していただいたのもそうだけど、まあ自分で勝ち取ったっていうのは、いや勝ち取ったんですよ、その当時はそうでした。それぐらいからかな。よく赤坂ラフォーレ、飯倉ラフォーレ、原宿の原宿ラフォーレの上にも会場があったけども、まあ、森花、今はなき森花エビル農場スペースとか、いろんなところで、まあ、武道館にせよ、国技館にせよ、あと三井クラブとか大使館の中でのショー、いろんなところで一緒になったよね。一緒になりましたね。だから本当に一緒になった。だからそれはね、もう山井さんがいてくれたおかげっていうのも柳井達郎ともいつも話してるって話ですよ。で楽屋がまたさ、こう控えめに座ってるわけさ。そうですね。俺はもう、今日は楽しく行かなきゃっていうのと、割と平和主義だし、みんなと和気あいあいとやりたいっていうのもあって、女性モデルにも男性モデルにも話しかけたりするけども、ふっと見るとこう一人で気難しい顔でこうじっと座ってるもっちゃんがいたり、集中してたんです。集中してるんだよね。もうすでに。なんかこう無駄な集中、こっちから見たらね。本人は多分そこで集中力高めようと思ってんだけど、集中力いらないんだけどなと思いながらトントンお弁当食べるって言うと食べるっていう大丈夫かな本番と思ったら、本番になって、洋服着替えた時に鏡の前にいるもっちゃんを姿見か。姿見ですね。まだまだ呼ばれるのはまだまだ先なんだけども、もう自分を一生懸命もういでたち、ステージに出るにあたって、この姿見でチェックしてるもっちゃんをちらっと見て、それをしばらく眺めてた。で眺めてたら一番最初に、すぐ出なきゃいけない秀香さんがやってきて、もうそれはパリでもうモンタナとかいろいろトップで出るコレクションの大御所の秀香さんが鏡が見たい後ろにいたのっていうことでスッと来たんだよね。僕は知ってたんですよ。後ろに来た時に、もっちゃんどかないと、気づかないと、どかないとダメだよと思ってた秀香さんが「あなたちょっとそこ邪魔なんだけど」って言われちゃったっていう。でそれ知ってたんだね。知ってた。そうですかって言って、僕はさっとはけたんですけれども、知ってた。だって鏡って別に誰でもいいじゃんって見るの、もうその感覚。だから自分の中ではもうそこに集中してるから、デザイナーさんの洋服だから一つ一つ僕の中ではその時間に、その前もそうですけれどもね、入って、楽屋に入ってきました。楽屋の中で洋服が大体当時は6体とか7体とかありましたよね。でチェックしますよね。じゃあこれはこういうふうに歩こうとか、ああいうふうに歩こうって、でこれはラフに着ていいんだって、これはスーツだからちょっときっちり着ようかなとかっていうのがあったり、そういうところでチェックしました。でそのチェックの中でまだ着てないわけですから、でリハーサルっていうのも軽く着るんですよね。不思議なもんね。そうだね。フルコーディネートっていうのもまだまだ最終的。でその本番になってよし、なかなかいいじゃんとかって思いながら、でもこれはちゃんとこっちの要は自分自身がそこの魂をしっかりそれに持っていかないと、これ適当に僕が歩いてたらもっちゃんのスタイルだよね。そうです。僕のスタイルですね。学生時代からモデルっていうものを始めたわけだけども、学歴のない俺からするといい大学を出ました。で親に内緒で、モデルを始めてます。なぜ就職を選ばず
そのモデルというアーティストにうん人生を選んだのか、そこが結構重要なポイント、人として人生として重要なポイントだと思うんだけども、はい、いやそれってとっても悩みました。悩むでしょうね。先ほどで話した東京スタイルっていうところに決まって、決まったんだ。はい、10月1日に内定式があって、2月にはもう研修に行ってます。それと並行して、モデルもやってたね。やってました。はい。モデルを研修も行ったし、モデルを続けるか就職をするか。就職だと、ね、金銭的なものもひっくるめた上で15万5,000円の初任給、ボーナス5ヶ月分、はい、当時は、まあ1年75万ですよね、ボーナスだけで。大きいですね。でモデル一本でやってもうモデル要は企業って新卒しか採用しないんですね、幹部構成っていうのは。でそこからもう出たら、全く学歴が通用しない世界なんです。その時はすでにアマチュアのモデルとしてある程度の数字はいただいてた、稼いでた。そこそこはいただいてました。そこそこはね。そこそこですよ、そこそこ。そこのそこそこ。耳が痛いな。本数的にもそんなに安定してるわけではなくて。ないですね、ないです。やっぱり。でその東京スタイルが決まってる時っていうのはまだファッションモデル山本俊也を走ってない時でしょ。いや走ってる時です。もう走ってる時だ。さっき言ったアーストボラージュも出て、ジュンドームも出て、これから本当に羽ばたくっていう時。そうですそうです。すごい悩む時じゃないかな。すっごい悩みました。でその前の年の11月に、伝説の着物雑誌があって「ル・着物」っていう雑誌があったんですよ。それは沢田研二さんが出てたり、第1巻かな。第1巻は小林あさみさん、資生堂そうですね、かなんかキャンペーンでの相手役に抜擢されたんですね。でカメラマン来幸子さん僕鳥肌が立ちました。今鳥肌立ちました。でヘアメイク野村真一さん。真さんね。もう亡くなっちゃった残念ながら。残念ながら。すごい。そう。ああと思って。また羨ましい仕事しましたね。そうです。でその前の年にメンズクラブのショーも出ましたから、その後にランウェイキャットウォークのメンズクラブのショーでありましたよね。その前の劇場型のエプロンじゃない横。そうですそうです。それ非常に見せるのに難しい。とっても難しい。横歩きするのも変だし。でそれを見に来てた一瀬三宅さんのスタッフが、ちょっとうちのプランテーションっていうブランドがあったから、やってた。そこに出てみないかっていうのが、その就職の決まって10月1日に内定もらった後なんですね。であれ俺いけるぞと悩みました。1ヶ月